はい、こんにちは、梅野です。本日は秋のお花を撮っていきたいと思います。はい、1枚目は黄色い彼岸花小気髄線を撮っていきたいと思います。今朝の早い段階なので、太陽が斜めになってまして逆光になっております。でここの黄色の彼岸花を逆光で撮っていこうかと思います。で露出を暗くすることでこの葉っぱのテカリがいい感じになって、でここにも光が当たってまして、で右側は日陰になってて、こう明暗差のメリハリがつくと思うので、ここを3分割の構図の右上の交差点に配置して撮っていきたいと思います。はい、カメラの設定していきます。彼岸花だけを目立たせて撮りたいので F 値は 2.8 に設定しました。これで、他の草とか背景とかをボケさせて撮っていきます。でこの場合にシャッタースピードが1600分の1秒出てますので ISO 感度は100で OK です。で、光ハイライトの部分が結構明るいですので速攻モードをハイライト重点速攻にして一番明るいところを適正露出にして撮っていきたいと思います。はい、撮れた写真がこんな感じになります。黄色の彼岸花を右上の交差点に配置した3分割構図になっております。でハイライト重点速攻で撮ったことで露出値を下げなくても、ハイライトの部分一番明るい部分が、適正露出になりまして、で他の部分をすごいアンダーな感じで撮ることができました。これでちょっと光が当たっている明暗さんのメリハリが出るのと、周りが暗くなることで光につけた黄色の花がすごい綺麗に見えるかと思います。そしたら次撮っていきましょう。はい、次はここの黄帽子花というお花を撮っていきます。で青いお花で綺麗なので、狙っていく場所がここの黄帽子花と、で隣にあるまだ生えてないこの茎の状態のやつを縦構図で切り取って撮っていきます。で背景が水になってますのでちょっとボケさせることで背景が幻想的な感じに撮れるんじゃないかと思います。で3分割の構図を使いまして、で左下にこの黄帽子花を入れて、で右側シンメトリーでこの茎の状態の方を入れて撮っていきたいと思います。はい、カメラを設定していきます。F 値は少しだけ絞って 3.5 に設定しました。3.5 にすることで、黄帽子花ちっちゃいお花ですけども、しっかり解像感を出して撮っていくのと、背景と前のボケを使うことができます。で実際の方向に向けるとシャッタースピード1600分の1秒出てますので ISO 感度は100で OK です。でここもまだ、明暗差が激しいのでハイライト重点速攻にして、明るさを適正にしていきます。はい、撮れた写真がこんな感じになります。3分割の縦構図で撮りまして、左下の交差点に黄帽子花を入れて、で右側の縦のラインのところに、まだ生えてない茎を、左右シンメトリーで配置して撮りました。で背景が水場になってますのでちょっと幻想的な雰囲気が出せたんじゃないかなと思います。で緑の中に、青色になってますので、色の対比にもなって目立つ感じに撮れたんじゃないかと思います。そしたら次撮っていきましょう。はい、次はこのピンクの花ジーヤを撮っていきたいと思います。でこっち側のお花に光が結構当たってまして、でこっちがですね若干日陰になってますので、ハイライト重点速攻さっきまで使ってるやつですけども、それを使うことでこっちがちょっと暗めになってこっちはしっかり適正露出になることで、ちょっと暗い方のお花と明るいお花でこっちをボケさせてこっちにピント合わすと対比構図っていう形になりますので、
これを斜めからこっちを前側の方の、前ボケみたいな感じに使って、でこっちの奥側の方にピントを合わせて取っていきたいと思います。はい、カメラを設定していきたいと思います。F 値は 2.8 にすることで手前の、暗い方のジニアをボケさせていきます。その場合でシャッタースピード2000分の1秒出てますので、手ブレしないので ISO 感度100で OK です。でここも、ハイライト重点速攻に設定して、明るい方のピントを合わせるジニアの方を適正露出にして、手前の方はちょっと暗めに撮ることで対比構図という形にしていきたいと思います。それではこれで撮っていきましょう。はい、撮れた写真がこんな感じになります。対比構図、かつ3分割構図になってまして、左下の交差点にちょっと暗めのボケさせたジニアを入れて、右上の交差点にピントを合わせて明るいジニアを配置しました。で手前のジニアと背景が黒いおかげで、光が当たっているピントを合わせたジニアがより目立つような感じになったかと思います。で全体的にちょっと暗めのアンダーで撮りましたので、よりこの色の深さっていうのが分かるようになったと思います。そしたら次撮っていきましょう。はい、次はここの紫の花、多分フーロソウ科の花だと思うんですけど、これを撮っていきたいと思います。ちっちゃいお花で散らばってますので、ちょっとハイアングルから撮りまして、でこの葉っぱを前ボケに使わせていただいて、このちっちゃいここにピントを合わせて撮っていきます。なので、もうちょっと上に生えているこの辺の花とかはボケますので、前ボケとボケとでここにピントがあって、背景のこの板も若干ボケると思うので、結構立体感のある写真になるんじゃないかなと思います。はい、カメラを設定していきます。お花が結構ちっちゃいので F 値は4に設定して、ピントを合わせやすくするのと解像感を出して撮っていきます。でハイアングルから撮りますので F 値4にしても、前ボケと後ろボケ作っていけるかと思います。この場合でシャッタースピードが1250分の1秒出てますので、手ブレしないので ISO 感度は100で OK です。で明るさ、結構明るいので速攻モードはハイライト重点速攻にして撮っていきましょう。はい、撮れた写真がこんな感じになります。右側の方は緑の葉っぱを前ボケに使いまして、左側の方は結構背の高かったお花がボケてくれています。で背景のこの板のところも F 値4にしたことで若干ボケていますので、前ボケと後ろボケ作ることができて立体感を出すことができたかと思います。で右下のお花にピントを合わせて撮っていますので、他に花が散らばってるんですけど、右下の方に、目が行くようになったんじゃないかなと思います。はい、本日は秋のお花を撮りに来ておりました。咲いてるやつと咲いてないやつとありましたけれども、またこれからコスモスとかも咲いてきますので、そちらの方も撮っていきたいと思います。それではまた次の動画でお会いしましょう。さようなら。